はい、今日は8日目です。今日はね、一応この窓枠の部分はちょっと黒色にしようかなと思ってるので、1x4 材を斜め45度カットして窓枠を作っていきます。で、一応カットして黒く塗装までやっちゃいます。あとは 9mm の構造用合板を買ってきたので、ここの横面と横面もうここは貼ってあるので、横面とこの一番前の部分、後ろの部分は貼らなくてもいいかなと思ってるんですけど、一応 9mm の構造用合板を貼っていきます。後ろも貼った方がいいか。もともとは 5.5mm の T2 っていう耐水合板を貼る予定だったんですけど、建築系のフォロワーさんの方にやっぱり 5.5mm はちょっと飾りにしかならない、筋交いをもっと入れるか 9mm 以上の合板で貼った方がいいというアドバイスを受けたので、今回はやっぱり 9mm の合板にしました。本当はね、なるべく軽量化したいので 5.5mm でやって、その上に板材を貼っていくっていう感じにしようと思ったんですけど、板材自体そんな水平力の強度があまりないということで、合板でしっかり強度、面の強度を作らないとダメらしいので 9mm の構造用合板を貼っていきます。で 9mm の構造用合板を貼って、ビスとか隙間はパテで埋めて、で透出防水シートを貼って、でその上に板を貼っていくっていう形になると思います。今日はなんかちょっとね、疲れも溜まっているので、窓枠の黒い部分やって、合板はまあやれるところまでやっていきたいと思います。それでは DIY8 日目スタート。前回合板にも塗った艶消しの黒で塗装していきます。最近は屋外でも使える水性塗料も増えてて本当ありがたいです。水で流せて楽なので、なるべく水性塗料を選んでます。はい、9日目です。8日目はこのドア枠窓枠の木材をカットして黒色の塗装しただけなんですけど、今日はキャンピングカーの枠組みに合板を貼っていきます。もともとはこの柱のところが継ぎ目に来るように合板を貼っていこうと思ったんですけど、なんか板の幅とか窓の位置とかそういう方を中心に考えてて、合板をうまく貼る方法の設計はね、ちょっとそこまで頭が回らずしてなかったので、継ぎ目の部分が柱じゃないところになると思うんですけど、9mm なのでおそらくしっかりと継ぎ目もそこまでペコペコせず、隙間もできず組めると思うので、隙間とかはパテで埋めていくので、それでやっていきます。継ぎ目やパテとかもやっていくんですけど、とりあえず今日はこの全面合板貼るところまでやっていけたらなと思ってます。さすがに合板は仕上げ釘だとちょっと強度も弱いと思うので、ビスで留めていきます。それでは9日目 DIY スタート。はい、じゃあちょっと海近いので海で黄昏休憩して、最後あと後ろと屋根の設計も今日ちょっと考えます。
ではここから換気扇用の枠を作っておきます。キッチンで料理もがっつりやっていくので、換気能力を上げるためにも換気扇を2つつけることにしました。ここで料理して換気扇もつけて、肉とか結構煙が出るのを焼くときはここも窓にしちゃいます。一応ね、屋根がこっちまで続くので、防水の面でも簡単に窓をつけれるので、ここはつける予定なかったんですけど、ここも窓にしちゃいます。ここはね、外になる場所なんですけど、ここはちょっとね、断熱材入れないでおこうと思ったんですけど、入れていこうと思います。結構断熱材が余ってたので、この余りを重ねながら入れていきます。土台下の単管パイプを通す穴を開けていきます。この穴が積み下ろしをする時のパイプが通る場所になります。はい、9日目終了です。一応ね、合板全部貼れました。後ろも迷ったんですけど、後ろも全部貼ることにしました。やっぱね、防水シートとかもそのまま直接こう丸く貼りたいので全部貼りました。一応ここがデッキというか外の座る席になります。40センチぐらいあるんで意外とちょうどよく座れるので、これ収納にしようかなと思ってたんですけど、意外とこのままにして座れるようにしといた方がいいのかなとか悩んでます。でこの辺の角は、ここは L 字のアルミアングルとかで角はね全部覆っちゃおうかなと思ってます。いや 5.5mm の合板にするつもりだったんですけど 9mm にしてよかったですね。合同用合板って針葉樹で意外と軽いので法律的にはまだ全然大丈夫です。なるべくね軽くしたいので、この後はそうか屋根ですね。はい、10日目です。前回合板貼ったので、今日はこの窓の部分だけを切り抜いていきます。最初から窓の場所は切って貼っていってもいいんですけど、こう一気に貼ってで最後窓の部分だけ切り抜くっていうやり方の方が多分簡単なので、この方法でやります。知り合いの大工さんにレシプロソをお借りしたので、これで内側から柱に合わせて切り抜いていきます。とりあえずドライバーで切れ目を入れて、でそこからレシプロソで切り抜きます。あと3つあるので全部やっていきます。ちょっとね、よく見ると雑な感じなんですけど、この上に防水シート貼って、で、窓枠のとこはコーキングしたり、防水テープ貼ったり、あとパテとかも埋めていくので、とりあえず全部カットできました。ドア枠のとこの調整とか、いろいろやっていきます。前回もやった気がするんですけど、ここはドアになるので、これがあるとね、ちょっと掃除とかもしづらいので、とりあえずドア枠もしっかりつけたいので、これ一回取っちゃいます。は
はい、10日目も今日はこれだけで終了です。ちょっとね、さすがに動画の素材が溜まりすぎてるんで、動画編集をやっていきます。動画の方も随時更新していくので、少々お待ちください。一応これからの予定としては、あとは隙間をパテで埋めて、で、糖質防水シートを全部巻いて、で、窓をつけたり、窓枠を取り付けたり、窓とドアを取り付けたりしていきます。あと屋根も最初にやります。で、内装は、まだどうするか決めてないんですけど、板張ったり漆喰を塗ったりとかちょっと決めてないですけど、板を張ったりいい感じの内装にしていきたいと思います。一人暮らしみたいな感じになると思います。ちょっとね、夏で暑いので標高高いところ行ったりはすると思うんですけど、夏が明けたらこの家に住んでいこうと思ってます。いろんな古民家回ったり、いろんな DIY してる人の家回ったりして旅しながらなんかゆったりできたらなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございます。合板も張って改めて小屋のサイズの巨大さにワクワクしてきました。内装も迷ってるんですけど、外壁もどういうデザインするのかめちゃくちゃ悩んでます。窓のサイズももっと大きくしても良かった気がするんですけど、もし3号機の機械とかがあればその時はもっと大きくします。屋根の設計も今回は天窓とか新しい屋根材を使おうと思ってるので、ビスの位置とかなかなかね、細かい設計を決めきれなくて後回しにしてます。やることもだいぶ増えてきたので、1個ずつ自然の中で休憩しながらやっていきます。このチャンネルではキャンピングカー作り以外にも三重県の山を開拓といって自分の秘密基地を作ってます。後々はそこでキャンプや車中泊もできて、露天風呂やサウナとかもできる楽園を作っていくつもりです。後々は人が集まれる空間にできたらなと思ってます。ちょっとでも気になる方はチャンネル登録お願いします。キャンピングカー動画は毎週金曜の8時金八に投稿してます。次回は小屋の防水性を高める動画になってます。また覗いてくれると嬉しいです。